皆さん、ごきげんよう。上川かおりんです。ヤフー知恵袋を見ていたら、下記の質問がありました。今回は、こちらの質問にお答えしたいと思います。それでは、早速行ってみましょう。質問1。スマホからアバターは、無理でしょうか？ということなんですが、いえいえ、様々な方法があると思いますよ。ただし、本格的なものを作ろうとすると、スマホだけでは PC のフェイスリグなどの専用ソフトは使えないし、アバターを作成するスマホアプリもろくなものはないので作れません。しかし私は YouTube 配信用としてだけ使うのであれば、いわゆるマネキン、つまり音声に合わせて口パクする動画さえ作れば、それで量は足りるのではないかなと考えます。つまりそう考えれば何も専用のアバターアプリは必要ないわけです。そこで今回は私のアバター作成方法を皆様にご紹介したいと思います。それでは早速行ってみましょう。1、静止画の口と目を動かすアプリを使う。人物静止画の口と目を音声に合わせて動かすアプリは実は結構あります。アニメイトアニーシング、モーションポートレート、トーク R などのアプリは音声に合わせて口を動かすことができる素晴らしいアプリです。特にトーク R というアプリは使いやすいですね。しかし動く部分が口と目だけで頭が全く動かないのは、残念ですね。やはり頭が動かないとアバターとしてはかなり不自然ですよね。ただ、これらのアプリはほぼ無料で使用できるので、ぜひ一度お試しください。透かしがつくものもありますが、それは私が開発した縮小拡大法で除去可能です。実は私はこれらのアプリを喋っている時用ではなく、むしろ喋っていない時用に、つまり口が動かず目だけを瞬きさせたい時に重宝して使用してます。2、静止画の口と目と頭を動かすアプリを使う。目と口と頭を動かすアプリはあることはあるんですが、残念ながら無料ではありません。リフェイスやリバイブというアプリは、静止画を頭を動かしながら口パク、瞬きもさせることができます。特にリバイブというアプリがいいですね。コスパも1回買い切り6400円で最高です。ただし、これらのアプリはこちらの音声に合わせて口パクということができません。規制の口パクとなります。これはちょっとネックですが、口パクはそれほど厳密に音声に合わせる必要もなく、音声がある時にとりあえず口パクしてればいいかなという程度で良ければ、この方法が結構使えますよね。ただ音声が出ていない時に口パクが動いているのは不自然なので、その時だけは口が動かないようにした方がいいと思います。そういう時、つまり喋っていない時に1の方法が使えると思います。あるいはエンハンスフォックスなどのアプリも無料で使えますね。3、今回見つけたコスパ最高アプリを使う。実はここからが今日の本題の話なんですが、口と目と頭を動かすアプリとしてはコスパ最高のアプリを発見しました。フェイスダンスというアプリです。1回買い切りで3200円です。これは超安いです。びっくりポンや。しかし、このアプリは体がなくなってしまい、頭だけになってしまうんですが、様々な口パクと頭をバラエティ豊かに動かすことができます。つまり、このアプリで頭だけを作成し、後でキャップカットなどで、この頭と体と結合させると、アバターとして完成することができます。結合のコツとしては、1、キャップカットの背景を蛍光緑にする。2、頭の背景を削除した後、体とぴったり重ねる。3、その後にマスクで元の体の頭の部分を削除する。4、頭と体の結合部が目立たないように調整で明るさやコントラストを変更する。5、それでも境目が目立つ場合は、ブロアプリで境界線にモザイクをかける。以上でアバターを完成させることができます。ちょっとめんどくさいかな。欲を言えば、体を少し動かしたいんですが、それは今のところ無理かな。以上です。